普通のピアノと同じようにその鍵盤でこの圧力だったらこれぐらいの抵抗感があるなっていうのがもうそのまんま再現されているような感じがあって、こう電子ピアノだからっていうような考えを乗せずに楽に指を鍵盤に乗せることができるなと感じました。最初始めたのは5歳の時なんですけど、幼稚園の先生がこうなんか毎朝だったりご飯食べる前とかにこうちょっと弾いてくれる4小節8小節のちっちゃいのがなんか楽しそうに見えてやってみたいなみたいなところからお母さんにお願いして始まりました。多分もう初めからピアニストにもうなりたいとは言ってはいました。幼稚園の頃から。でも本当になるためには練習が必要だみたいにしっかり思ったのは小学校の高学年かな。そこからちゃんとやり始めましたね。ちゃんと意味のある音を出す。全体としてちゃんと調和の取れた前後の文脈をしっかり把握した意味のある音を出し続けるということです。どう聞こえたのであれ、自分がもういいものを出すしかないなとは思っています。指の入れ具合だったりとか響きの消え方だったり弱音の作り方が全く普通のピアノと差がないというか違和感なく弾けるからすごいストレスなく弾けますね。演奏が楽なピアノです。タッチについても普通のピアノと同じようにその鍵盤でこの圧力だったらこれぐらいの抵抗感があるなっていうのがもうそのまんま再現されているような感じがあって、そこに一つこう電子ピアノだからっていうような考えを乗せずに楽にと指を鍵盤に乗せることができるなと感じました。強い音で和音を弾いた時はなんというか締まる音がする。張りのある音がしっかり立ち上がってくれるっていうのがあって、ただ鳴ってるというよりはしっかり合わさってくれるのが見えるなっていうふうに感じましたね。僕は結構重さで弾きたいなと思うので、だから特に弱音の方が僕はよく使うし大切にしているところだけど、だからピアノによってはこうその鍵盤の下がる1センチがすごい難しかったり圧力が高かったりすると弱音出すのにまずしっかり入れてから引き算をしてちょっと優しくみたいなこと難しかったりするんだけど、なんかそういった違和感なく弾けるからタッチについてはすごい弾きやすかったです。例えばベートーベンの悲愴の2楽章だったり月光の1楽章みたいな静かだけど和声的だったりとか、その中でどういう静けさの中にどういう波を打たせるかみたいなところ、なんかそういう繊細な感覚をこのピアノだったら出せるような気がします。ヘッドホンした時のそうですね、音の今出した音っていうのが鮮明にまず浮かんできて、その後にこう響きの中に消えていくっていう2つのラインが見える。だから響きも楽しめるし、今出した音っていうのをしっかりつかめる、その一瞬つかむっていうのがピアノを弾く学ぶ上ですごい大事な瞬間だと思うので、それをしっかり認識しつつ響きまで聴けるっていうのはすごいお得な感じがしますね。このピアノは耳を育てるのにすごい役立つような気がしますね。響きのこう幅もあるっていうのもそうだし、弱音も普通のピアノと全く変わらず出せる。で、その空間の把握っていうのもそういう自然な減衰だからこそ、こう音のある時間と音のない時間っていうのがすごい自然な時間の使い方ができる。音をこう伸ばして響いてるだけの時間っていうのも何ももう自分が
過度に意識しなくてもいい分、そこに余白があって、自分の自由があってっていうところで、耳はすごく成長できるんじゃないかな。普通のピアノを持っている人と変わらないような耳のトレーニングができるような気がしますね。なんていうか挑戦がしやすくなるのかなとは思います。どんな曲でもそうだけど、弾くということに集中しなくてもいいっていうのをもっと知ってほしいなと思う。先に音符書いて何か感情を入れるんじゃないんですよね。感情がまずあって、それが音という記録として残るわけであって、作曲家がまず何かこう感情の爆発があって、それを音にしたっていうところから始まるから、音符を追うことに必死にならなくてもいいよと思う。もっともっと自由にそこにイメージがあっての方が実は作曲家の思ってる音に近いのかもしれないなみたいなことをよく思いますね。